突然ですがクイズです。この子はオスでしょうかメスでしょうか？なんでクイズするかというと、これが見分けられるようにならないとキャラクター攻略ができないので、好きなキャラクターを育てられるようになる第一歩なんです。今回の動画は先に言っておきますが、完全なるネタバレ動画です。たまごっちユニ攻略本にも載ってない全てをこの動画で明かしてしまいます。故に他言無用でお願いいたしますよ。この動画のネタバレを漏らすと友達なくしちゃうかもしれません。気をつけてね。それぐらいの情報ですからね。この店頭から姿を消した幻のたまごっちユニ。去年プレ版で申し込みできたラッキーなそこのあなた。そろそろ皆さんのお宅に届きましたか？まだだよね。まだだと思って急いで動画作ってますよ、私。そろそろ届くんじゃないかな。たまごっちユニなんとかして手に入れようと思ってる方、予約したユニをこれから遊ぶ方、ユニしばらく遊んでいなかった方、ユニはとことん楽しんだんですが、まだやり込み要素を探してますよという方、皆さんにとって何度も見返してもらえるようなキャラクター完全マニュアルブックとなっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでみてくださると嬉しいです。今回のメニューはこちら。1、大人気のたまごっちパラダイスとの違い。2、たまごっちユニで育てられる既存のキャラクターのご紹介。3、具体的育成方法の仕組み。これを知らないと思い通りの子を育てることは不可能です。4、ダウンロードコンテンツで育てられるすべてのキャラクター攻略マニュアルの公開。5、たまごっちパラダイス以上？ユニのやり込み要素5選。それでは行ってみましょう。こんにちは、アイボンです。たまごっちユニは109キャラクターもいるって知っていましたか？たまごっちユニのお世話アイコン全コンプリートした私が全てのキャラクター攻略動画を作るチャレンジをします。この動画制作期間2年。やばない？私はたまごっち30年間の謎を解き明かすを目標に活動しております。ただのたまごっちファンではございますが、この度たまごっちユニダウンロードコンテンツを含めて109キャラクターを育て上げましたので、たまごっちを楽しみ尽くしている私が皆さんでも思い通りの子を育てられるお手伝いをしたいと思います。ネタバレしちゃいますので、キャラクター攻略はもう少し後から知りたい人はここで引き返すことができます。右上にタップするだけの黒いリンクがあると思いますが、ネタバレなしでユニの設定方法だったり遊び方をご紹介している動画がありますので、先にそちらを見て育成に行き詰まったらこの動画に戻ってきてくださいね。去年おもちゃ大賞にも選ばれて大人気になったたまごっちパラダイス、あちらとの違いが気になる人もいると思います。遊び方が全然違いますからね。ユニが他のたまごっちと圧倒的に違う点は Wi-Fi につなげて遊ぶおもちゃということです。インターネットにつながっていることで、月1開催のイベントに参加したり、公式や配信グッズをもらったり、アップデートをしながら遊ぶたまごっちになります。スマホみたいに初期設定がありますので、自信がない人はさっき紹介した動画を見ていただければ大丈夫です。Wi-Fi のつなげ方もダウンロードコンテンツの設定もタマバースの行き方まで全部そちらの動画で網羅できますので、安心して飛び込んできてください。最初にユニが登場した時は数十年ぶりにたまごっちを遊ぶので、設定とかできる自信ないよとかコメントくださってる方々もおりましたが、今では普通に遊んでいらっしゃいますので心配いりませんよ。進化速度はタマパラもユニも変わりませんが、ユニを遊ぶ上で大前提として重要なルールがあります。リアルにたまごっちと一緒に暮らしていて一番困ることって何だと思います？遊び方が違うとかそんなことじゃないんですよね。時間なんです。この子たちは5時59分までしかシッターさんに預けられないこと。私的にはこれが一番ネックかなと思います。タマパラは6時59分まで OK だし、しかも7時に寝かせることもできるし、10時まで夜更かしさせることさえできますよね。朝仕事に行く準備をしながら7時に起こすこともできれば、休日だから10時まで寝かせておくっていうこともできましたよね。このユニではできません。ユニは朝7時に勝手に起きちゃうので、お腹が減ったら朝から呼び出されます。これって結構一緒に生活する上では大きい違いだと思います。そんなに早く起きなくてもいいよって人は、あえてリアルタイムより1時間遅く時計を設定したりして、起きる時間を1時間遅くできれば、夜はシッターさんに迎えに行く時間も1時間遅くできますよね。そんな風にご自身のお仕事や予定に合わせて、生活リズムをたまごっちとすり合わせしていきましょう。この辺がたまごっちユニと楽しく長く生活していく秘訣ではないでしょうか。では、たまごっちユニですぐに育てられる既存キャラクターのご紹介をします。このお世話アイコンのところを開きますね。アイコンページはこんな風になってます。
既存のキャラクターは35キャラいるんですよ。1台持ちの人は2キャラ引いて33キャラ育てられます。ここまでですね。これが全キャラクターです。キャラクター表をご覧ください。男の子の表がこちら。そして女の子の表がこちら。先ほどのクイズの答え分かりましたか？この子は女の子でした。正解した人おめでとう。見分け方はまつげがあるかないかです。まつげあったら女の子と覚えてください。どちらが生まれてくるかは運ですが、性別を見分けることができたら思い通りの子を狙います。たくさん質問来るんですけど、ここをミスったために育てられなかったよって人がほとんどでした。そしてこの子たちを攻略する上で最大の難関はお世話ミスです。たまごっちパラダイスとは違ってお世話ミス何回やったかはどこにも表示がないので、自分で覚えてるしかありません。プチパッチを育てたいからアイボンの言う通りにやったのにできなかったよ、どうしてくれるんだってお怒りのメッセージも最近は減ったけど、発売当時は毎日のように来てたんですよね。口パッチにならなくて、じゃあ誰に進化したのって聞いたら、シャイクッチだって返事が来て、お世話ミスいっぱいしとるやないかいってツッコミ入ったりとかね。タマパラに比べて難しい部分もありますので、未だに質問が来ています。全部は返信できなくて申し訳ないのですが、ユニの動画見てくれたら答えは動画の中にありますからね。それでは具体的育成方法の仕組みを説明します。まず女の子の表を見てください。ネリアッチ、ミルクッチ、モモッチにしたい人はラビラビッチに進化させないとそこで積んじゃいます。ミミッチにしたい人はタスタスッチにできなかったら育てられません。ですのでもうテフテフッチに進化しちゃったよという段階まで来ちゃったら、ウーパッチ、メメッチ、ピコチュッチのいずれかに進化します。ですのでキッズのうちから気が抜けないんです。ここで重要なのは正規の進化ルートよりも特殊進化条件が優先されるということです。他のキャラクターを狙ってお世話ミスをしてもゲームが楽しくて20回以上大成功していたら優先的にミミッチに進化したりします。進化条件の優先度はダウンロードアイテムが1番、特殊進化条件が2番、正規ルートお世話ミスの順番です。正規ルートでミミッチを狙っていてもダウンロードアイテムで他のキャラクターに進化するアイテムを使ってしまったらミミッチにはならないということです。お世話ミスのタイミングはキッズ期、ヤング期どちらでやっても構いません。ミスは足し算方式ですので、キッズ期に1回、ヤング期に1回ミスをしていれば合計2回のお世話ミスをしたということになりますよ。狙ってるキャラクターにするためにはヤング期の子も誰でもいいわけではありません。正規ルートはハッピー度で決まります。ハッピーはこの線が20本あるんですよ。これ数えるのめんどくさいよね。一番上位の子を狙うときはこのように最大のハッピーにしておくだけで OK ですが、ハッピー度0から9のところや6から14のところなんて難しくて狙えないよという人は特殊進化条件の方をキッズのうちにやりましょう。このベビーちゃんはキッズ期になるまで1時間で進化します。キッズからヤングになるには1日で進化します。キッズは男女それぞれ2キャラクターおりますが、どっちに進化しても問題ないのでそこは意識しなくて大丈夫。すごいナイスタイミング。進化したーん。狙ったヤングに向けてゲーム大成功15回以上やおやつ40回以上食べさせて思い通りの子に育てます。おやつ40個以上食べたらさすがに病気になっちゃいますので治療もしながらやってくださいね。なんてこったい。ゲーム大成功15回も足し算方式なので、キッズのうちに15回やってヤングのうちにもう5回やっておけば合計20回以上になりますので、ミミッチやキキッチを狙えます。どうですか？タマパラより難しいって思いました？むしろこれぐらい難易度があった方が私にはちょうどいいわっていう人もいると思います。進化条件の優先度を間違える人が圧倒的多数なので、これだけ覚えちゃえばあとはこの進化図を見ながら育てるだけです。ここまでついてこれてますか？大丈夫？たまごっちパラダイスのぬるま湯に浸かりすぎてついていけないよなんて人いませんか？次は通信でしか育たないしましまちとやったっちのご紹介です。この子たちも特殊条件でしか育ちません。まず前の世代で通信で結婚をします。その子を育てている時にヤングでもキッズのうちでもどちらでもいいのでハンドメイドを1回やります。これで特殊条件はクリアとなります。通信しただけでは進化しないので注意してくださいね。続いて最大難易度の子をご紹介します。5の倍数の世代でしか育たない子がいます。しかも特殊条件も満たさないとダメです。
アップデートで新設設計になりましたので、5の倍数の世代になった時には卵が虹色になります。虹色の卵が生まれた時にはこのキャラクターをぜひ狙ってみてください。キッズやヤングの時でもいいので、女の子だったらタマファッションコーデを3回以上購入します。まとめて3着買ってもダメですからね。あくまでもアイテム数ではなくて購入回数です。男の子だったらタマトラベルに3回以上行きます。場所はどこでもいいです。参加回数のカウントなので、同じトラベルに3回行っても問題はないです。これでハイパーチやバブルッチを狙います。ユニで登場した新キャラクターなんですよ。今回はね、シークレットがいない代わりに超激ムズキャラがいるっていう感じですね。ここまででお腹いっぱいになってませんか？進化の鍵をまとめると、まずは男の子と女の子、どちらが生まれたのかを見分けます。続いて進化条件の優先度を利用して育てることが成功率を上げる方法となります。ダウンロードアイテムが1番、特殊条件が2番、正規ルートが3番目の順番になります。そして虹色卵を見逃さない。お世話ミスの回数は自分で覚えておく。できない場合は特殊条件をうまく利用する。これが進化の鍵になります。ここまで覚えなくても内容を理解できれば、動画を見返してその都度育てたい子の進化条件を確認すればいいので大丈夫ですよ。ここからはダウンロードコンテンツで育てられる全てのキャラクター攻略マニュアルを公開します。この内容は攻略本にも載ってない情報を開示しますので、他言無用でお願いしますよ。先に私の本心から言わせてください。最初はね、ネタバレせずに失敗した方がいいですよ。苦労するから楽しいのよって私は思います。たまに明日までにミルクッチにしたいので早く教えてくださいとかね、コメント来るんですよ。もうのっぴきならない事情があんのかな。ミルクッチと明日ディズニーデートに行くから失敗できないんだみたいな気持ち。そういう人は最初から見てよし。このダウンロードコンテンツはせっかく追加料金払って遊ぶので長く楽しみたいですよね。なのでここは動画を飛ばしてみても大丈夫です。タイムスタンプも入れておきますね。たまに難しすぎて何度やっても攻略できないキャラクターも出てくると思いますので、その時にこの動画を思い出して何度も見てくれたら私も本望です。それでは10種類以上あるダウンロード限定キャラを最速で集めるためのロードマップを公開していきます。これを見て育てたい子がいたら購入してみるっていう形でもいいかもしれないですね。最初はダウンロードさえできたら無料で遊べるベリーベリーランドからご紹介。キャラクターの横にある食べ物やお道具が進化に必要なアイテムです。1回以上大人になる前ならどのタイミングでもいいので食べたり遊んだりしてみてください。最初にお伝えした進化条件の優先度が一番高いアイテムです。何度お世話ミスしたとしてもこっちが優先になりますよ。例えば男の子が生まれた時にキッズ機かヤング機でフライパンを使って遊ぶだけでホットケーキッチに進化します。コルネッチに進化するアイスクリームサンドを3個食べさせていたら、フライパンで遊んだ回数が4回以上にならない限りコルネッチに進化しますからね。回数の多い方が優先です。ここで失敗する人は性別が間違っていることが一番多いです。キャラクター名の横に性別も記載しておきましたので参考にしてくださいね。続いてラブメロコンサートです。アニメ世代大人気だった子がユニで育てられますよ。私のねジムトレーナーさんがさ、私がたまごっち T シャツ着てるからすっごいたまごっちの話してくれるんですけど、ラブリッチ推しなんだって。いつも視聴者さんの中にはアニメ世代の方はいるんですけど、実際対面でアニメ世代の方とたまごっちのお話しするの初めてだったんですけど、若ってなりました。アニメ世代の人たちたまごっち懐かしいとか言ってるけど、懐かしくなるほど年取ってないでしょうにって突っ込みたくなりました私の一押しはドラムかニッチかな。このシリーズのいいところは、アニメ見てる人はなんとなくどのアイテムかわかるようになってるのよ。懐かしいって思う世代が喜ぶように作られています。次は玉森ファッションショーです。こちらもアニメ世代かな。私ミーツの時に一目惚れした子がこの中にいるんです。コフレッチ。社会人になってしばらくたまごっちから離れていた時なんですけど、ヴィンテージコレクションはしてたんですけど、最新機種には手を出していなかったんですよね。そんな時期にミーツを買って、こんな可愛い子がいるのって惚れてしまって、結婚できるまで必死でアプローチした思い出がありますね。新キャラのドレスッチもブーツブラザーズもいいキャラしてますよね。可愛いキャラとおもろいキャラ両方入れてくれるバンダイさん好きブーツブラザーズは双子みたいなんですけど、格差が起きるんですよ。帽子ねプレゼントすると片方の子しか帽子かぶってくれないの。2人分帽子用意したいんですけどできないんだよね。そんなところも楽しんでほしいです。玉森ファッションショーはね、アイテムとか家具がびっくりするほど可愛いですよ。その辺もおすすめポイントです。続いてエンジェルフェスティバル。
こちらは本体もエンジェルとモンスターのモデルが出たんですよ。セット販売のやつを私は買いました。これも争奪戦だったよね。このモデル一番人気が高かったんじゃないかな。過去の天使っちとデビルっちをモチーフにしたモデルになります。このキャラクターデザインした人天才だよね。本当に可愛い。タマバースに行けば銀次郎天とかクリ天とか懐かしのキャラクターにも会えますよ。未だにね、ベルブリオッシュってなんやねんってずっと思ってます。これとマメールの関連性が知りたいよね。私結構神話とか好きだけど、こればっかりはよくわかんなかったんですよね。アメキャンディーがマメールに進化するアイテムだって信じてたので、何度も失敗しちゃった思い出がありますね。これに関しては私が紹介しなくてももう人気があると思う。フラワーディーテとかユメミッティエとかも可愛すぎてやばい。そしてモンスターカーニバルがデビルッチモチーフらしいです。とはいえデビルッチは育てられないんですよね。デビルッチ育てたくない？当時の天使っちでデビルッチになった人は操作不可能で育てることができない仕様だったんですよね。だから育ててみたかったんですよね。デビルッチのたまごっちいつか出てほしいな。お、びっくりした。お、急に進化。かわいいラビラビッチになった急に進化するじゃん。で、どこまで喋ったっけ？そう、デビルッチのたまごっちがね、いつか欲しいなと思ってるんですよ。話がそれたので元に戻すと、このモンスターカーニバルはね、タマバースに行ってモンスターゲームハウスっていうところでゲームも遊べるんですけど、これね、結構楽しかったのでぜひ遊んでみてほしいです。キャラクターは諦めなってとマメゴンが私好きですね。モンスターズインクみたいで可愛いよね。アクセサリーも可愛いんですよね。既存のキャラクターにデビルコスプレさせても可愛いと思いますよ。続いて、みんな大好きサンリオピューロランド。こちらもサンリオモデルが出たのでセット購入しました。サンリオコラボのたまごっちたちで私が大好きな子をランキング形式でご紹介した動画もありますので、ぜひ見ていただきたいです。今まさにサンリオは選挙の投票を受け付けているので、みんな本気で投票した方がいいですよ。また進化。すごい、どうしてこんなにタイミングよく。パンチくんになった。なんでパンチくん？次に発売するサンリオコラボたまごっちに影響しますからね。どうせなら推しを育てたいでしょ？私はケロッピを育てたいのでその一心で投票しています。進化アイテム間違えようがないぐらい簡単でしたね。タマバースでピューロランドのパレードが見れますからね。ハッピーダンブイのライブとか見れるんですよ。めっちゃ可愛いですよ。あとお世辞にも可愛いとは言えないぐらいパッチくんコスプレしたプリンくんが衝撃的なので、ぜひそちらはねダウンロードして見に行ってほしいですね。続いておとぎ話図書館です。こちらは日本昔話を覚えてる人は割と簡単に攻略できると思います。このキャラクターの中にはいない物語の食べ物とかもあるので、ちょっと迷おうかなって思いますね。桃太郎コンポートとかエクスカリーバーガーとかね、ジャックの豆とかもありますよ。このピョンデレラ可愛すぎない？ドレス似合ってますよね。好きすぎてもだえちゃう。ミルクッチの白雪姫もイメージにぴったりだし、ネリアかぐやは一目惚れしましたね。真っ先に育てた子です。男の子たちはみんな元からそんな感じだったかいっていうぐらい馴染んでるよね。これね、かぐまで物語に関連してるんですよ。眠れる森のベッドとか幸福の王子とかね。幸福の王子は思い出せなくて YouTube で物語見てみました。わざわざ悲しい物語だったよ。ピノキオも悲しいから見たくないんだよね。もうおじいさんかわいそすぎて一回見たらもうグッときちゃうものがあります。このダウンロードコンテンツは世界観がすごくいいので、ぜひ遊んでみてほしいです。お子さんと遊ぶとこれ何の物語だろうねなんて言いながら楽しめそうですよね。そしてポコピーランド。これ私の一押しダウンロードコンテンツです。ポコピーを知らない人ほど楽しめますよ。全然進化アイテムの予想が立てられなくて攻略に何ヶ月もかかりました。難しいと燃えちゃうタイプなのですごく楽しかったです。ポコピーちゃんたちを知ってる人は割とすぐわかるキャラもいると思いますが、何にも知らない方がね、なんでやねんって突っ込みたくなる時がね、多々あって楽しめましたね。例えばたぬき忍者っちとかさ、絶対このたぬき駅でしょって思うじゃん。ポコラテなんかーいってなりましたし、ポコピーがたこ焼き好きでたこ焼き動画を何本も作ってるって知らなかったので、攻略できないよって泣き言を言ってたら視聴者さんにポコピーの動画見ておいでって優しく言われて、めっちゃたこ焼き作って食べてるじゃんって発見があったりね、すごくいい思い出です。配信リビングとかレトロテレビとか背景アイテムも昭和感があって好きですね。たまごっちのセオリー通りにはいかないところがすごく良かったです。
続いてドリタマスクールです。夢ミッチ登場多くないですか？人気あるのかな？いつか私のチャンネルでもキャラクター総選挙とかやってみたいですね。それぞれのキャラがどれぐらい人気なのかって知りたいんですよね。 YouTube だとキャラクター数が多すぎて投票システム使えないんですよね。なんかいい方法を考えたいと思います。こちらもアニメ勢が喚起するダウンロードコンテンツではないでしょうか。私も視聴者さんに教えてもらってミライッチとクルルッチが登場する回のアニメ見たんですよ。そしたらね、アニメそのままだった。このダウンロードコンテンツにあるアイテムやゲームがアニメのあのシーンじゃんって胸熱になりましたね。当時このポケットデザイナーっておもちゃとして商品化されてるんですよ。知らなかったよ。持ってたって人が羨ましい。実はね、この夢キラバッグ私手に入れちゃったんだ状態は良くないみたいなんですけど、いずれ届く予定です。まあたまごっちピースはねないんだけどね。ポケットデザイナーも欲しいんですけどね、手が出せないお値段でした。いつかたまごっちピースを買ってミライチとクルルッチも育ててみたいですね。続いてかわいそうにランド。これも私一押しです。とにかく可愛いの。たまごっちたちがおパンチュ顔でね笑っちゃうんですよね。かわいそうに豆っちとかわいそうに口パッチの顔おもろすぎてドハマりしましたね。この子たちの攻略も私には難しすぎました。おパンチュ自体は知ってるけど漫画では見たことがなかったので、この子たちの好きな食べ物やアイテムは全く知らない状態で始めました。めちゃめちゃ苦労はしたんですけど、もう一回遊びたいダウンロードコンテンツナンバーワンかもしれないです。それぐらい好きですね。かわいそうにさんとのコラボ最高だったので、他にも長野さんやかなへいさんとかコラボしてほしいなって思ってますね。あの方たちが描くたまごっちも見てみたいよね。次回作では実現してほしい夢コラボを勝手に語ってしまいました。家具はねギャルオブジェ飾ってくださいね。もうギャルと一緒に暮らしてる風になりますから楽しいですよ。続いてエスターバニーワールドです。こちらも可愛いよね。カラフルなウサちゃんを育てられます。エスターバニーファンは絶対遊んでほしい。エスターバニーさんのホームページの世界観がそのままたまごっちになってまして、家具までこだわってますね。私が大好きなサボテンもあります。サボテンがアイテムとしてたまごっちに出てくる場合 100% の確率で私買ってますからね。無類のサボテン好きなんで多肉全般好きなんですよね。さりげなくお花の横に置いてあるところがもうポイント高い。このアイマスクとか最高に可愛いですよね。なんとなくこれかなっていうカラーの食べ物だったり、形がウサギになってる食べ物を選んだら案外簡単に攻略できましたよ。そして一番最新のコンテンツ、タマジャングルツアーです。なんと初代世代歓喜の銀ちゃんがおります。あと初めてカラーで出たんじゃない？ハシゾッチもいるんですよ。嬉しい。エンタマでは超難関のシークレット扱いだったマキコとかアニメ勢キャラも揃ってますね。今回これを遊んで発見したことがありまして、ご立派先生、私スイッチ2のお店っちが最初の出会いだったので勝手に男の子だと思ってました。男の子の時にこのバナナを食べさせたんですけど大失敗して女の子だったんかーいってなりましたね。よく見たらまつげバッサバサだしスカート履いてるじゃんねこれラップバトルの審査員のイメージが大きかったので勘違いしちゃいました。皆さんも性別には気をつけてくださいね。おすすめは初代たまごっちと同じ背景リビングなんかもありますよ。以上ダウンロードコンテンツ全キャラ攻略情報でした。ではここで皆さんの理解度を試していただくための例題を作ります。クイズ。あなたはタマジャングルツアーの銀次ロッチを育てたいと思ってダウンロードコンテンツをダウンロード済みです。男の子が生まれたので進化アイテムである銀シャリを1個食べました。でもおやつに歌舞伎パンを3個食べちゃいました。ピアノの道具も5回遊びました。さて誰に進化したでしょうか？チクタクチクタク。正解はスマートウォッチです。一番多く使ったアイテムが5回なのでピアノが一番優先順位が高くてスマートウォッチに進化したという風になります。こういう場合でも銀ちゃんにしたい場合、大人になる前に銀シャリ6個食べるという対策を取れば銀ちゃんになります。いかがでしたでしょうか？この進化条件の優先順位さえ分かっていれば簡単だと思いますが、大丈夫かな？有料コンテンツなだけあってユニでしか出会えないキャラクターがほとんどですので、思い残すことがないように遊んでくださいね。いつかこのチケットサイトも終了する日が来るので、定価で買えるのは今のうちですよ。それではたまごっちパラダイス以上、ユニのやり込み要素5選を紹介いたします。1つ目、お世話アイコンの項目紹介と達成方法です。ではお世話アイコン見ていきましょう。
お世話アイコンとはこれのことです。こんな感じで、ものによって10回、50回、100回というように段階的に達成したらアイコンがグレードアップして虹色になってるものもあります。ご飯は1000回だね。一番難易度が高いやつこれかな。救急車アイコン。これ病気通り越して死神が来た時に救急車を呼べた人しかもらえない鬼畜なアイコンなんです。私ね、2回しか呼べてない。5、10、1、5、10かな。1回目のバッジはもらってるんですけど、5回、10回目のバッジはまだコンプリートしてないです。救急車アイコンだけはコンプリートできなさそうだわ。まだ私もね、虹色になってないものもありますね。まだやり込めるってことですね。皆さんもお世話アイコンがどんな項目があるか知りたいと思いますので、お世話アイコンコンプリートに向けて一覧表も作ってみました。ぜひ全部のアイコン集めてほしいですね。そして一つ注意点がありまして、このお世話アイコンのこちらに関してダウンロードコンテンツのキャラクターはお世話アイコンがございませんので、コンプしたかどうかは自称するしかないです。私は動画で残しているので、皆さんはその動画のコメント欄についにサンリオコンプしましたよなんて残していただければ思い出になると思いますよ。2つ目、毎月のイベントで限定アイテムをゲットせよです。タマバースのイベントでチーム戦で戦うイベントに参加して限定アイテムである参加賞をゲットする方法がございます。チーム戦って言っても勝利したチームには5000ゴッチの賞金がもらえるという特典があるだけで、限定アイテムは勝っても負けてももらえるので安心してください。ゲーム下手だしなと思ったそこのあなた、大丈夫。下手でも条件を満たせばいいんです。もらえる方法はイベント期間とても短いので、必ず初日か2日目には参加しておきましょう。公式の X をフォローしておけば開催期間がアナウンスされます。イベント当日はアップデートをユニで行ってから参加します。こんな風にまずはタマバースに行って A ボタン、そしてもう一回 A ボタンでここイベント会場に着きます。で、イベントをやってない時は封鎖されてるんですけど、イベント期間中はここが開放されます。イベント期間中はどちらのチームに入るか聞かれますので、チームに所属する、ゲームのルール説明を聞く、練習をしてみる、1日1回の本番を楽しむ、順位に応じた賞金を毎日もらう、これだけです。2回目以降は練習なしで本番だけやって OK です。実際に参加している様子を過去に何度も動画化しておりますので、ぜひ見てみてください。ユニのプレイリストも作ってありますよ。イベントは6回から7回参加した人だけが一番豪華な景品含めて全部もらえますので、期間中は必ず通ってくださいね。2位から5回参加した人は S 賞はもらえないけど A 賞と参加賞はもらえます。1回だけ参加したっていう人は参加賞になります。参加しなかった人は何ももらえませんのでご注意を。イベント終了しましたら数日間は集計期間となりますので、公式ホームページか X をチェックすれば景品の配布期間もわかります。その期間中にタマバースのイベント会場にもう一度行くだけでアイテムをもらえますよ。再配布されるアイテムもあれば二度と手に入らないレア品もありますから、なるべく参加した方がいいですよ。たまごっちも新機種が発売されたらユニのイベントは終了してしまう可能性がありますからね。3つ目、海外アイテムを簡単に入手できるように変わりました。やったー。いつの間にかアップデートが来ていて、海外の家具や食べ物などを簡単に入手できるようになっております。充電か。最初の設定で日本を選択した人でもアジアやヨーロッパ、アメリカ系のアイテムを入手できます。最初はできなかったんですよ。一番最初に国を設定して、その国の限定アイテムだけゲットできるっていう仕組みだったんですよね。私みたいに複数台持ってる人ならいいんですが、1台持ちにはきつかったんですよね。私の一押しのアイテムはこのパッチくんの背景見てください。タマオセアニア限定のこの家具やリビングが好きですね。攻略本でどんな限定リビングがあるのかお見せしますね。こんな感じで日本を選べば和室、北アメリカンを選んだ人はアメリカンなリビング、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、タマアジアも可愛いね。タマアフリカはこれです。タマ中東はこちら。中東はね、魔法のランプあるところが好きなんですよね。まだユニが届いてない人はこれを見て最初に設定する国を決めるのもありじゃないって思います。意外とこれ知らない人いますから、遊ぶ前に知りたかったよってよく言われるんですよね。ここまで動画見た方はラッキーでしたね。ただ現在はこの家具についてはタマモールのここご当地っていうところで毎日ランダムで変わります。自分の設定した国じゃないアイテムもここで手に入りますので、根気強く待つのもありです。
それでは4つ目。これが一番皆さん見逃しやすいです。毎月公式ホームページや様々なコラボ限定アイテムをゲットする方法をご紹介します。4月はイースターのアイテムが可愛いのでホームページを確認してもらっちゃいましょう。この動画が投稿される頃には5月のアイテムに変更されている可能性がありますので、ちょっとその場合は対策取ります。コードを動画に移すと消されてしまうので、ご自身で見に行ってくださいね。コードが消されるんじゃなくて私のチャンネルが消し飛ぶってことね。他にも限定アイテムを入手する方法がありまして、販売期間中にコラボアイテムを購入したり、ユニも限定シールをもらえる期間で予約した人だけがゲットできるコードがあったり、ストラップ、ベルトなどユニの関連商品にダウンロードコードがついておりますので、そちらを買って入手してください。私もね、ブルー発売記念のステッカーはたこ焼きしか持ってなくて、全部欲しいんですよね。余ってる人いたらぜひファンレターにつけて送ってくれると泣いて喜びます。コードは見せられませんが、コレクションはお見せしましょうか。こちらが私が集めているたまごっちユニのコレクションシールになります。なんかシール帳のキラキラついちゃった。これは2年前から私が集めてるやつです。キャリーケースとか帽子とか、あとなんだろうこれ、背景のアイテムとかありますね。メガネとか可愛いよね。これは渋谷で行われたバースデーイベントのやつを視聴者さんがプレゼントしてくれたおかげで持ってます。宝物なの、ありがとう。これは札幌雪まつりの時ね。これは一昨年のバースデーイベント。これ去年だったかな、もう忘れちゃった。コレクターはこういうの集めたいよね。入手が難しいアイテムを我が子に身につけさせて一人でムフムフ喜びたいよね。気持ち悪いか。まあこの世に存在する全てのコードの情報は私の手の内にありますが、バンダイさんに消されたくないので公開はしないでおきます。バンダイさんがその気になれば私のチャンネルなんて吹けば消し飛んでくレベルですからね。ご協力お願いいたします。でもこれから遊ぶ人はもう終わっちゃったコラボや配信期間終了アイテムたくさんあるんですよね。それさ、欲しいよね。仕方ない。今からユニで遊ぶ人もいるでしょうし、私が2年かけて集めた無料配布のコードは皆さんに共有してあげましょう。購入者限定系は出さないので、今まで公式ページやコラボ先のホームページで無料配布されたやつだけ公開します。はい、見ましたね。ちょっとだけよ。こちらも内部情報ですからね。外に漏らすときは暗号文章にして友達にお手紙で渡すんですよ。ネットなんて使っちゃダメよ。一つ重大な問題があって、ボックスにアイテムを預けたとしても、すべてのアイテムをユニに入れておくことはできないんですよ。熱盛なんて比べ物にならないほど手持ちパツパツ問題起きますんで、欲しいものだけ厳選してダウンロードするといいですよ。では最後5つ目。こちらも途中で追加された機能なんですが、たまともサーチ機能についてです。これね、人様のお家の Wi-Fi でもできちゃう遊びなんですが、この機能を使うとたまごっちが Wi-Fi の電波をキャッチします。そして拾った電波を選択すると珍しいたまごっちたちに会える機能なんです。やってみましょうか。こんな感じですぐできちゃう。危ないからね、歩きながら見ちゃダメですよ。こんな感じですぐに自宅の Wi-Fi の電波拾いました。まあ皆さんご存知だとは思うんですけど、我が家の Wi-Fi に宿っているのは親父っちです。これはまだね、親密度が低い証拠ですね。初めてだったんだ。まあ親密度低いとこんな感じです。仲良しの親父っちに会えるかな。できたー。仲良しだとこんな風に親父っちの家に招待してもらえますからね。多分出てくるハートの数が違う。ほら。ハートの数が違いましたね。結構早く仲良くなれます。親密度が低いとこんな感じで公園で待ち合わせですね。これコンプできたらすごいですよ。私以上ですわ。この仲良しいるっていうところで今までコンプしたキャラクターを見れるようになってます。ノーマルとスペシャルがあるんだよね。こんな感じ。少ないな私。今まで出会ったキャラクターはこんな感じですね。かわいい。これかなりの数のたまごっち追加されてます。ユニで育てられるキャラの中に自分の推しがいない人、これを探してみてはいかがでしょうか。あとね、ご当地キャラもいるんですよ今。東北の政宗パッチくんが好きなんで会いたいなと思ってるんですよね。羨ましい東北の人たちが。
ちょっと爪ついてるんで開けられないんですけど、これずんだ柄の東北のたまごっちを視聴者さんにいただいてから、このね政宗パッチくんにぞっこんなんですよ。サンリオコラボした時にはピューロランドで入手できた時もあったんですよね。イベント会場にたまともサーチスポットがありましたら、ぜひやってみてください。私もね2年前のお誕生日イベントでゲットした子がいますよ。この仲良シールのスペシャルなところ、じゃーん、かわいい。ほら、11月23日のお誕生日豆っちのシールです。めっちゃかわいい。あとこれマキコはバンダイナムコストアでゲットしました。これね、推しの畑モッチが出るまでやったんだよね。どこだったかな、私の推しは。うちの推しはどこ？いた。じゃーん、これ私の推し。かわいいでしょ。この子を見つけるためにいろんなコンビニをはしごしてゲットした思い出があります。以上、たまごっちユニ全キャラ育て方ガイドプラスやり込み要素5選の紹介でした。盛りだくさんでしたね。これで私がみんなに伝授できるユニの秘密は全部明かしましたよ。この情報をもとに皆さんのたまごっちライフが楽しいものになれば嬉しいです。これを見て育てることができた子がいたら、ぜひコメントで報告してくださいね。皆さんが一番苦労した、もしくは一番お気に入りのダウンロードコンテンツキャラを知りたいですね。今回ご紹介したのは公式が無料配布したみんなが使えるコードだけです。購入者限定のコードをコメント欄に書くのはルール違反になっちゃうので絶対に NG ですよ。私のチャンネル消し飛んじゃうので、皆さんの愛で守ってくださいね。これからも最新情報やヴィンテージたまごっちの古の情報まで発信していきますので、ぜひチャンネル登録して次回も楽しみにお待ちいただきたいと思います。私もユニはお世話アイコンの完全コンプリートまでまだまだやるつもりです。こんな感じでお風呂はあと291回入れないといけないしね。まだまだやり込み要素が残ってます。ゴールデンウィークもたまごっちと楽しく遊んでくださいね。それではまたねー。